はよんぱー、バブルンだよ。前にバブルボブル、パズルボブルシリーズの時系列とストーリーの関係性を解説する動画や、歴代のパズルボブルシリーズを紹介する動画を公開してきたけど、バブルボブルシリーズについても、一つ一つ紹介していきたいと思うよ。まず最初はもちろん、すべての始まりとなったバブルボブル。バブルボブルは1986年にアーケードゲームとして稼働開始したアクションゲームだよ。当時、日本のゲームセンターは女性のお客さんが少なくて、カップルを呼び込むことで、女性のお客さんにもっと来てもらいたいっていう思いから、2人用の可愛いキャラクターを使ったゲームを作ろうということで生まれたのがバブルボブル。そして、主人公の僕とボブルンなんだ。だから、恋人や友達と一緒に協力しながら遊べるようになってるよ。他に登場する敵キャラクターやアイテムも全部可愛くてカラフルなものになってるよ。ちなみに敵キャラのモンスタやマイタは1983年の台頭のアーケードゲームチャックンポップにも登場してたんだ。ゼンちゃんも実はチャックンポップのロム内に隠れていた隠れキャラなんだよ。その後、バブルボブルはいろんな家庭用ゲーム機や PC、アプリとかに移植されて、続編も生まれていったんだ。1994年には、フランチャイズタイトルとして、バブルシューターっていう新しいジャンルのゲームを作り出した、アクションパズルゲーム、パズルボブルも誕生したよ。僕たち、もともと実は人間で、僕はバディ、ボブルンはボビーって名前だったんだ。そして僕にはベティちゃん、ボブルンはパティちゃんっていうガールフレンドがいたんだけど、ある日僕たちが魔法使いの森に迷い込んじゃった時に、僕たち兄弟はカワハキドラゴンに姿を変えられて、女の子たちは地下100階の洞窟に連れ去られちゃったんだ。僕たちは女の子たちを助けるために洞窟へっていうストーリーだよ。ちなみにこれはオリジナルのストーリーだけど、移植版によっては少しストーリーが違ったりもしているよ。バブルボブルは固定画面のアクションゲームで、地下100階まで、つまり全100ラウンドあるよ。僕たちができるのは移動と泡を吐くことと、ジャンプ。泡を吐いて敵に当てると泡に包めるよ。その泡をジャンプしたり体当たりして、僕たちの背びれや小坂で割ると倒せるんだ。ステージの中には見えない気流があって、それに乗って泡は移動するよ。それを利用して、上に流れていく泡の上でジャンプしながら、ステージの高いところへ登ったりもできるよ。ステージ内の敵を全部倒すとラウンドクリア。敵を倒すと美味しそうなフードが出てくるよ。フードやアイテムはたくさん種類があって、ラウンドクリア時に特定の条件を満たしてると、残りの泡がフードになったり、満たした条件やクリアタイムによって、次の面で出てくるアイテムやフードが変わったりするよ。アイテムは移動や泡のスピードが上がったり、敵を楽に倒せるものだったり、いろんなものがあるから試してみてね。バブルは僕たちが吐く泡だけじゃなくて、ステージの通気口から普通の泡に混ざって、火や水、雷が混ざったバブルも流れてくるよ。割ると中から出てきて敵を倒したり、水に乗って流れたり、ステージ攻略に使えるんだ。火と雷は触ると僕たちもちょっとの間動けなくなっちゃうんだけどね。ちなみに敵に当たっちゃったり敵の攻撃を受けると残機が減っちゃうよ。敵の入った泡をまとめて割ると出てくるエクステンドバブルもあって、割ってエクステンド6文字揃えるとワンナップしてラウンドクリアできるよ。100ラウンド目で待ち受けるボスはスーパードランク。実は一人でボスを倒すと、こんな風に女の子一人しか助けられなくて、ザップ。つまり前の面に戻されちゃうんだ。クリアするためには必ずボブルンと2人でクリアする必要があるよ。友達と一緒にプレイしてね。って言ってもなかなか難しい時もあるよね。だから1人で遊んでる時は事前にクレジットを入れておいたり、2P 側のコントローラーを用意しておいて、クリアする直前に 2P 側を参加させてね。2人でクリアすると女の子たち2人を助け出せて、僕たちも人間の姿に戻れるよ。でも、エンディング後の画面でこんな画面が出てきて、今のが真のエンディングじゃないことと暗号が出てくるんだ。ノーミスで20面までクリアすると現れる銀の扉に入ると、
隠しステージに行けるんだけど、そこに解読のヒントが書いてあるよ。これがその隠しステージの宝物庫。暗号の解読表がここでわかるようになってるんだ。ノーミスクリアで現れる扉と隠しステージは他にもあって、30面ではスーパードランクの嫌う魔法の薬が閉じ込められた薬瓶。40面では女の子たちのハートを閉じ込めたガラスの箱が置かれているよ。30面の魔法の薬瓶はよく見ると割れていて、これはベティちゃんとパティちゃんがスーパードランクの目を盗んで手に入れたからみたいなんだ。100面ではこれを僕たちが使うことで魔法のバブルが吐けるようになってボスを倒せるよ。エンディングでこんな英文が出てくるんだけど、まさに愛と友情の力で敵を倒せるようになってるんだね。そしてエンディングで出てきた暗号をこのタイトルロゴが出てる画面で入力すると、ロゴがスーパーバブルボブルに変わって裏面が遊べるようになるよ。ステージの配色や出てくる敵の構成が変わって難易度も全体的に高くなるんだ。こっちで100面のボスを倒すと、なんとスーパードランクが大きな泡吐きドラゴンに変わって人間の姿に。実はこの2人は長い間行方不明になってた僕たちのパパとママなんだ。ほら、わかりやすく T シャツに書いてあるでしょ。つまり僕たちの両親をスーパードランクの姿に変えて操っていた真の宿敵が別にいることがわかるんだ。真実は闇の中に。実は隠しコマンドが全部で3つあるから紹介するね。まずはさっきの裏面を遊べる隠しコマンド。スタート、ジャンプ、泡、左、右、ジャンプ、スタート、右の順に入力するとロゴがスーパーバブルボブルに変わるよ。次にパワーアップの隠しコマンド。左、ジャンプ、左、スタート、左、泡、左、スタートの順に入力すると、左下にパワーアップって出て、最初から泡の速度や連射や僕の移動速度がパワーアップした状態で始められるよ。最後がオリジナルゲームの隠しコマンド。泡、ジャンプ、泡、ジャンプ、泡、ジャンプ、右、スタートの順に入力すると、左下にオリジナルゲームって出て、さっき説明した隠しステージへ続く銀の扉にノーミスじゃなくても入れるよ。ちなみに50面では銀の扉が現れて、これに入ると一気に70面までワープできるんだ。以上、バブルボブルの紹介でした。ここから現在まで続いてく僕たちのゲームシリーズが始まるんだ。ちなみに通常ラウンドも裏面のスーパーバブルボブルもエンディングにたどり着くための攻略動画を出してるから、ぜひ見てみてね。それで自分の力で真のエンディングにたどり着いてくれると嬉しいな。次は続編のレインボーアイランドを紹介するよ。それじゃあ、またねー。